お月見の体験で私の話をしてみましょう。私は、物心つく2歳半ぐらいから3歳にかけてたと思いますが、ちょうどですね、お月見をした初めての体験が、多分あの頃は私が8月生まれですから、中秋の名月9月は3歳になったばっかりでしたかね。その頃にですね、まだ戦争が終わって、ようやく5年目ぐらいの、まだ物も不足して、何もなかった頃です。そして、我が家族は6畳一間と3畳のキッチンしかない、お風呂もないところに住んでいて、家族の数は6人でした。だから今考えてみてもまだ配給制度というのがあって、お米もお味噌もお醤油も、それから小麦粉ですら、近所のところに取りに行ってそれを配って買いに行くような、そんな時代で、本当に水道もなかったんですね。ですから近くの川に近くの川のそばにある井戸まで水汲み桶を担いでいって水を汲んできて、それを父が作った浄水装置の中、細かい砂や大きな砂や石ころや、そういうものを5層ぐらいか6層ぐらいにしたものを通して、それで炭も入れたものを通して、それを生水で飲むと危ないので、一回熱湯にして湯冷ましという、そうしたものを飲んでいた時代です。でそれで私の初めての思い出は何かっていうと、今日はお月見だからねと言って母と姉が一生懸命お団子をこねて、それからうさぎを作ってました。でうさぎなどはじゃがいもを潰してお砂糖を入れて、白いうさぎの耳を作って目をつけて、そしてそれに食紅をつけたりして、とっても可愛らしくて綺麗だったんですね。で、お団子、盛り付けたお団子は、ピラミッドのような形をしていました。それから雪うさぎのようなうさぎちゃんが、5個ぐらいありましたね。その他にもみかんだとか、皮に入ったまだイガイガした栗もいくつか並べてあったし、柿の実もありましたね。それから、他にも秋のお菓子、特におまんじゅうのようなものが、積み上げてありました。美味しそうだったんですね。でとうとう出来上がって、じゃあ私はここに座るわって言って、これから食べるんだろうと思ったもんですから、私の席はここみたいにして座ったら笑われてしまったんですよ。確かに縁側に外のですねに面した縁側に、その小さなテーブル、低いテーブルを出して、その上に全部を並べて、そしてすすき、必ずお月の時にはすすきを飾るんですけれども、それは飾ってありましたけど、だからといってみんなでパーティーをやると思ってたもんですから、私は一番可愛らしいうさぎの前に座りたくてそこに座ったんですが、なんで笑うのか意味が分かんなかったんです。これはお月様に食べさせて、お月様のために作ったんだから、あなたが食べるんじゃないのよって言われて、食べちゃいけないのって言われたのがものすごいショックで、いまだに覚えてるっていうことは、もう本当に半べそかいて寝たんだろうと思います。確かにそれ以外に夕ご飯があったんですね。だから普通の夕ご飯を食べてるけど、横目であちらの方が美味しそう、あちらの方が美味しそうって本当に思ってたので、出来上がったらあれはデザートパーティーかみたいな感じでですね、出来上がるのをドキドキして見てたんだけれども、そしてやっぱり今思い出すとですね、やっぱり戦争が終わってまだ間がない頃に、そういう風流な気持ちを忘れずに、貧しかった我が家でお月見をしたっていうことなんですよね。戦争で何もかも失って、中国の方から引き上げてきて、リュックサック1個で子供3人連れて、母は、粉ミルクを持って帰るだけで、精一杯で、おしめと粉ミルク以外は何にも持って帰ってこれなかったと言ってました。で父は、もうちょっとでソ連に引っ張られていく、その順番待ちの中で辛くもソ連に抑留されないで、戦争終わって1年目にやはりリュックサック一つで帰ってきたそうです。そしてそれまではふさふさしていた毛があまりにも栄養状態が悪くて、急に老いてしまった、急に髪の毛が抜けてしまった状態で、それでも母のもとに帰ってこれて、そして、仕事は中国で、いわゆる水道局
のようなところにお勤めだったので仕事もなくなって、引き上げてきた後は一生懸命再就職口を探すというふうな段取りで、1年か2年一生懸命職探しをして、そして、やっと見つけた仕事をスタートさせたばっかりだった時期です。だけどもなんでそういう時期にお月見できるかなと私は思ってしまいます。だから日本人の遺伝子の中に組み込まれた風流の心というのは貧乏よりもさらに大きな価値を持っているものだったんだと今になると改めて思えてきます。なぜかというと、私は先日そのスーパームーンを見たんですけど、だからといってお月見の支度をして縁側窓際にねそれを飾るかって言われると、それはしないからです。むしろ今だとスーパーに行くと必ずお月見用のセットが売ってるんですね。でお団子も一番上がピンク色のそういうふうなピラミッド型をしたおまんじゅう、後からそれは食べましょうみたいな感じでとっても綺麗ですけど、原色がけばけばしいので手に取って買う気も起こらないようなものがちゃんと売られています。だから家の中でお団子をこねて作るなんていう手間をかける人はもう日本人には、ほとんどいなくなってしまったと思われますけれども、でもやっぱり、そうですね60年以上前は、何がなくても貧乏でも風流さえあれば家族は楽しいという気持ちを今の人よりもずっと持ってたんだということを改めて思い出すし、そうした家族を持ってたということは私は幸せな子供時代を送ったんだなっていうふうに改めて思えてきます。